見に来てくれてありがとう。1、コアラのユーカリ依存。コアラはユーカリの葉しか食べないが、ユーカリには栄養がほとんどなく、消化にも悪い毒素が含まれる。それでも他の食材を拒否する謎のこだわり。2、怠け者の逆進化。怠け者は動きが遅すぎて、木から落ちても衝撃を緩和できるが、そのほとんどがトイレに行く途中で命を落とす。動きの遅さがむしろ弱点に。3、アリの自己修復鏡。アリの一部は他のアリが通れるよう、自らの体をつないで橋を作る。さらに崩れると自己判断で修復を開始する。まるで一つの意志を持つ生き物のよう。4、カンガルーのボクシング。カンガルーは戦う際、前足でボクシングのような動きを見せるだけでなく、後ろ足で相手を蹴る。この格闘技は群れの序列争いや交尾権争いに欠かせない。5、タコの一生に一度の繁殖。タコは繁殖を終えると命を絶つことが多い。特にメスは卵を守るために何も食べず、子供が孵化した後に力尽きるという献身の極み。6、ハリモグラの4頭一物。ハリモグラのオスは4つに分かれたソーセージを持つが、同時に使えるのは2つまで。これが繁殖の効率化にどう役立つのかは未だに不明。7、ペンギンの石ころのプレゼント。オスのジェンツペンギンは気に入ったメスに一番美しい石ころを贈る。しかし贈られたメスが他のオスに浮気して石ころを奪うことも多々ある。8、カワウソのペット用石。カワウソは特定のお気に入りの石を持ち歩き、常に手の中や胸のポケットで転がしている。この石は遊び道具でもあり、ストレス解消の役割もあるらしい。9、裸デバネズミの女王支配。裸デバネズミの社会はハチやアリのような女王支配型。女王以外のメスは繁殖が抑えられ、女王のために全力で働くが、これは哺乳類として極めて異例。10、フグの砂のアート。オスのフグは求愛のために海底に美しい幾何学模様を描く。この複雑な砂のアートは他の動物では見られない驚異的な習性。11、ヤドカリの尺や争奪戦。ヤドカリは成長すると新しい貝殻が必要になるが、サイズが合う貝殻をめぐって激しい争奪戦を繰り広げる。時には貝殻チェーン引っ越しという集団での交換が発生することも。12、鳩の GPS 内蔵の。鳩は地球の磁場を感知して見知らぬ土地からも正確に自分の巣に戻れる。人間にとっては不思議でたまらない超能力。13、人手の胃袋で捕食。人手は獲物を捕まえると胃袋を体外に出して食べ始める。消化が終わると胃袋を引っ込めるという驚異のプロセスを持つ。14、カラスの工具作り。カラスは道具を使うだけでなく、必要に応じて枝を削って道具を作る能力を持つ。人間の知性に匹敵するのではと言われるほどの器用さ。15、ウナギのミステリアスな繁殖地。ウナギは長い旅を経て太平洋のサルガッソ海で繁殖するとされるが、正確な繁殖プロセスは今も不明。どこか神秘的な生態。16、クラゲの不老不死。ベニクラゲという種類は老化すると若返ることができるため不老不死と呼ばれる。寿命の概念を覆すその習性は科学者を悩ませている。17、ナマズの地震予知。ナマズは地震の前に活発に動き始めることで知られる。その理由は完全には解明されていないが、地殻の微妙な変動を感知していると考えられている。18、カンムリテナガサルの歌う夫婦。この猿のペアは毎朝デュエットのように一緒に歌う習性がある。これにより互いの絆を深め、領土を主張するというユニークな生活習慣。19、ホッキョクグマの透明な毛。ホッキョクグマの毛は実は透明で、中が空洞になっている。その構造が光を効率的に吸収し、体温を保つ秘密になっている。20、シャチのダイヤル方言。シャチの群れはそれぞれ異なる方言でコミュニケーションをとる。地域によって発音や周波数が異なり、まるで人間の言語のよう。21、ヒョウモンダコの発光警告。ヒョウモンダコは毒を持っているが、それを知らせるために体の模様を鮮やかに光らせる。他の動物に近づくなと警告する不思議な習性。22、アルマジロの完全防御モード。アルマジロは敵に遭遇すると体を完全な球体に丸める。この防御メカニズムは他の動物には見られない驚きの技。23、カメレオンの360度視界。カメレオンの目は別々に動くため、360度全方向を同時に見ることができる。捕食者にも気づきやすく、獲物を狙う際にも非常に有利。24、ハイエナのメスが支配する社会。ハイエナの群れではメスが支配的でオスより体も大きく強い。メスはオスに対して非常に厳しく振る舞うことが多い。珍しい社会構造。25、スズメバチの化学信号攻撃。スズメバチは化学信号で仲間を呼び、敵に一斉攻撃を仕掛ける。この8番シグナル通信は非常に高度な防衛戦術と言える。26、ミツバチの8の字ダンス。ミツバチは8の字ダンスで仲間に蜜のありかを伝える。このダンスの角度やリズムが蜜の方向や距離を正確に示すという驚異の習性。27、
マンボウの太陽浴。マンボウは水面で太陽を浴びる姿がよく観察されるが、これは体温を上げるためと言われる。のんびりした習性が愛される理由の一つ。28、アホウドリの習性。一夫一妻。アホウドリは生涯でたった1羽のパートナーを選び、ずっとその相手と添い遂げる、驚くほど強い絆を持つ愛の象徴のような習性。29、ハチドリの高速ホバリング。ハチドリは羽を毎秒80回も動かして空中に静止できるが、そのエネルギー効率は人間には到底理解できないレベル。30、ミミズの体を2つにして再生。ミミズは体を切断されても失った部分を再生する能力がある。ただし頭のある部分だけが完全な再生を行える。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。